今回は、お配りした、この、今、マウスで動くパーティクルの動きを、リープモーションとか、アズルキネクトとかで動かしたりしたいと思います。多分皆さんからしたらそんな難しくないと思うので、どうぞお手柔らかによろしくお願いします。では、消します。まず、普通の、パーティクルソップからまず作りたいと思うんですけど、パーティクルソップの説明をちょっと今日使うところを中心に簡単に説明させていただきます。でまずパーティクルソップを置いていただいて、でこの一番上のインプット0に入れた、スフィアとかを入れていただいて、で、こうすると、もうパーティクルが出てるという状況なんですけれども、ちょっと見やすくするために、右クリックで、このディスプレイオプションズっていうのを押していただくと、見やすくなります。で、これ今は、このパーティクルの、並んだ順番にこう発生するようになってるんですけれども、まあこれをソートソップとかを入れていただいて、このポイントソートっていうところを変えていただいたりすると、まあ、本当出る順番が変わるだけなんですけども、まあ、それだけでなんか、また全然違った表現ができそうだな、みたいな感じに思えたりもするんですけど、まあ、とりあえずちょっと今は何も動かさないっていうところで説明したいと思います。で、もうちょっとトランスフォームソップを入れていただくと、まあ、後でこのパーティクルの位置を動かしたいときとかに使ったりします。で、あと、先にこっちの、パーティクルソップのパラメータの説明、今日ちょっと使うところいっぱいあるので、今日使うところを中心に簡単に説明させていただきます。で、このちょっと下の方にあるステートのタブの Remove Unused Point っていうのは今オフになっているんですけど、これはもう出て最後の位置で止まるっていう感じになるんですけど、まあ、オンにすると、寿命を終えたパーティクルが削除されることになります。ここはちょっとオンにしておいてください。で、次、フォースなんですけれども、このタブの中にあるフォースは、こう、風とか、まあ、乱気流とかそういう動きをこの X、Y、Z の軸に動きを与えることができるようになってて、で、もう簡単に一つずつ見ていくと、すみません、ちょっと、2つに割って、ジオメトリービューアーにして、ここもディスプレイオプションでちょっと丸にして、すみません、ディスプレイを押すと出てくるんですけど、このエクスターナルフォースって一番上のフォースは、こう加速度を外部に力で与えるものになってて、今 X を入れると、まあ、X の右方向にこう加速度が加わっていく感じになります。で、今度 Y 方向だと、今上に行ってますけど、まあ、マイナスにしたら下落ちていくみたいな感じの動きになります。で、Z だと、まあ、こう、ちょっとこっちから斜めから見ると、こう前方向、Z の方向に行くような動きになります。で、次、このウィンドっていうのは、風の動きなんですけど、これは、まあ、エクスターナルフォースよりはちょっと優しいような
似てるんですけど、ちょっと緩い感じ、緩いというか弱い感じの動きになります。動きは本当にエクスターナルフォースとちょっとよく似てる感じなんですけど、これも、Z 軸は Z の方向に行くっていう、そういう感じです。で、下のこのタービュランスは乱気流を表すもので、こう、乱気流なので、こう、加えていくとこんな風にぐにゃぐにゃっとしたこう動きになるんですけど、この状態で、この下のターブピリオドっていうところを、こう、ね、大きくすると、こう、大きい動きになります。で、値を小さくしていくと、すごく、なんか小刻みに震えてるみたいな、なんか、そういった動きになります。で、このシードは、このタービュランスのランダムシードになっています。動きが、その都度ランダムに変わるような感じに、はい、なっています。で、すいません、ちょっと元に000で戻して、で、次のパーティクルタブのところは、このドラッグっていうのは、0になると、なんか真空状態みたいになって、こう、抵抗がなくなって、どこまでも行くような感じになるんですけど、だんだん上げていくと、こう、ゆっくりというかもう、だんだん、なんか、鈍い感じの動きになっていきます。で、このバースっていうのは、1秒間の間に生まれるパーティクルの数になっています。今は100個生まれる数になっています。で、その下のライフエクスペクトっていうのは今3になってるんですけれども、これはパーティクルの寿命の時間を表しています。今は3秒になっています。で、このリミットタブは、パーティクルが衝突したときにどんな風に振る舞うかっていうところを設定するところになっています。ちょっとこれはまた後でで、次ちょっとこちらの次左にもこう4つ、1つ目はパーティクルが発生するインプットなんですけれども、2番目に入れると、衝突、パーティクル、今入れたパーティクルが衝突するようになっています。で、グリッドを入れて、グリッドソップを入れていただいて、それをZX にしていただいて、で、トランスフォームソップを入れてください。ちょっと大きく。で、ここ2番目にこう刺して、ちょっと、もらいます。この辺でちょっと、ちょっとこっちより、こっちの方が見えやすいですね。で、ちょっと今は何も設定してないんで、今は当たったら消えるっていう設定ですかね。それをこう跳ねるっていう設定にすると、こんな感じで跳ねるんですけど、ちょっともっと、反対だ。落としたりで、もっと動かしたりすると、こんな感じで落ちていくような、そういうのがこの2番目に入れると、パーティクル、衝突の設定ができます。で、もうここもちょっとすいません、元に戻します。で、消しちゃいます。で、今回このインプット2の
3番目の